その夜、刑事の田原は、知り合いのジャーナリストの川上と、酒を飲んだ。川上が言った。自分の置かれた環境が、自分の思い通りにならないとする。その時どうするか。世の中には、二通りの人間がいる。悪党じゃないやつは、環境が自分の思い通りにならないことを、自分の工夫と努力で解決しようとする。だがそういう人間は、自分の工夫と努力には限界があることに、いつか気づく。そしてその限界は超えられない。超えちゃいけないんだ。人間はそう作られてる。人間は万能にはできていない。諦めが肝心という言葉がある。あの言葉は結構大切なことなのさ。だが、そういうやつにはやがて、味方が現れるかもしれない。つまり、ある人間の努力が、自分の利益にもなる。そこに気づいた他の誰かが、努力している人間に味方しようとする。そしてその他の誰かも共に努力し始める。つまり努力が2倍になるわけだ。そしてその力も2倍になる。しかし味方は一人だけじゃないかもしれない。やがて5人になるかもしれないし、10人になるかもしれない。もしかしたら100人、1000人になるかも。たった一人の人間の努力が大勢の人間に評価されれば、その力は巨大になる。だが、いくら力が巨大になっても、限界は必ずある。その限界は決して超えちゃいけない。限界を超えれば、無理をしなくちゃならない。無理をすれば、結局それは、無駄な努力になる。無駄な努力をいくらしても、努力にはならない。つまり無駄のない力こそが、本当の力なのさ。そして、その力を持った組織こそが、強い組織だ。でも、自分の置かれた環境が、思い通りにならないとき、世の中にいる二通りの、もう片方は、そうじゃない。もう片方は、機嫌を損ねて、誰かに不満を言う。そしてうまくいかないことを、他人のせいにする。つまり他人に圧力をかけて、他人に自分の不満を、
解消させようとするわけだ。そして、うっかり誰かが、その圧力に屈してしまうと、その誰かは、そいつに操られる羽目になる。他人に圧力をかけるやつは嫌われる。誰も、そういう面倒なやつに、関わりたくない。そういうやつに近づきたくない。だが不満を言う人間は、自分の周りに、自分の不満を聞く他人がいないと、困るわけだ。いつも他人を自分に従えておきたい。気に入らないことがあれば、近くにいる他人に不満を言って、何とかさせたい。だからそういうやつは、自分が不満を言うための他人を、どうやって従えればいいのか考える。例えば、飴と鞭という言葉がある。自分に従う人間には飴を与える。でも自分に従わない人間には鞭を振るう。つまり特権だ。他人を鞭打つ特権。他人に飴を与える特権。例えば日本の政治権力なんてどうだ。自分たちに莫大な政治献金をする。大手企業には、庶民から徴収した税金を使って、利益誘導をする。でも莫大な政治献金を支払えない。日本企業の大多数を占める。中小企業からは、限界まで税金を絞り取る。つまり悪党どもは、特権が大好きだ。そしてそれが、今の日本というわけだ。人間には弱みがある。気が弱いとか、運が悪いとか、金がないとか、将来に希望がないとか、孤独だとか。男の場合は、いい女に弱いとか。女の場合は、いい男に弱いとか。例えば悪党は、気が弱い人間に、俺がお前を守ってやる、という。本当に守ってやるわけじゃない。守ってやるふりをするだけだ。つまり相手を騙すわけだ。そして、騙された奴は悪党に従う。つまり悪党は、気の弱い奴を従わせる。特権をつかむわけだ。騙すのではなく、脅す場合もある。悪党は言う。言うことを聞かないと、痛めつけてやる。その場合も同じ。悪党は、相手を従わせる特権を持つわけだ。そして悪党は、従わせた者たちから欲しいものを奪う。そいつらの労力、そいつらの時間、そいつらの能力、そいつらの才能、そいつらの信用、そいつらの金。奪うものは数限りなくある。
そうやって悪党は他人の自由を奪う。悪党の脅しに屈して、自由を諦めた人間は失うものが多い。人間にはこんな弱みもある。運が悪いとか、将来に希望がないとか、孤独だとか。そんな時、どこからか現れた誰かが言う。あなたの運の悪さ、将来の希望のなさ。あなたが抱えている孤独、私にはわかる。そして私は、それを解決できる。そいつは自分には、霊感があるという。そして、先祖の因縁や霊のたたり。悪いカルマとやらの話をし出す。そして、解決策を伝授する。解決策は印鑑、数珠、多宝刀。壺などの商品を買うことだ。安くない。バカみたいに高額だ。いわゆる、霊感商法ってやつだ。霊感商法では、人の不幸を巧妙に聞き出し、霊能者を装った売り手が、その不幸を、先祖のたたりなどの因縁話で説明する。そして、この商品を買えば、先祖のたたりは消滅する。と効能を訴えたり、このままだと、もっと悪いことが起きる。などと不安を煽り、相手の弱みにつけ込んで、法外な値段で商品を売りつける。扱われる商品としては、主に壺や多宝刀の美術品をはじめ、印鑑、数珠、表札、水晶などがある。この商品を買えば幸運を招く。と謳って商品を売る。1978年頃から、日本では、先祖の霊が苦しんでいるとか、先祖の因縁を解かれ、高価な印鑑、壺、多宝刀などを購入した多くの者が、国民生活センターや各地の消費生活センターに苦情を寄せるようになった。騙し、脅し、弱みにつけ込み、搾取する。まさに悪事の見本だよ。そして霊感商法の後ろには、必ずカルト集団がついている。そしてそのカルト集団は、なぜか国家に認定された。宗教法人の資格まで持っている。そして彼らは、神様の話を出して、被害者がそれを信じることを要求する。そして厄介なことになる。信じることと騙されることの違いは、何だと思う？それは信じる者が、真実かどうか、ということだ。だから、否定しがたいものを、信じろと言われると、世の中の多くの人間は騙されてしまう。
つまり洗脳されるわけだ。そして、騙された被害者は、神様を信じたつもりになる。そして霊感商法の教団は、被害者に、神様に対する寄付金を要求する。だが霊感商法の言う神様など、嘘に決まっている。神様が金銭を使うことなどない。金銭を要求する神様などいない。だが洗脳された被害者は、そこに気がつけない。確かに人々は、キリスト教の牧師や仏教の僧侶に寄付をすることがある。だがその寄付は、神や仏に支払われるものではない。その寄付は、牧師や僧侶の日々の努力に対して支払われるものだ。牧師や僧侶は人間だ。人間が生活するためには、金銭が必要だ。牧師や僧侶に対する寄付は、彼らの生活の足しにしてもらうためのものだ。決して神や仏に金銭を支払っているわけではない。だが、騙されて洗脳された人間は、霊感商法の教団が言う神様に金銭を支払ってしまう。その金銭の支払いは際限がない。被害者は身を粉にして働き、金を稼ぎ、教団の言う神様に寄付金を支払う。親戚や友達や近所の住人に金を借り、やがて皆の信用を失う。それでも洗脳された被害者は、さらに教団の言う神様のために働き続ける。つまり、民主主義が保障する人権を失うわけだ。だが洗脳された被害者は、そこに気づけない。だが被害者が気がついていないことは、問題じゃない。これは完璧な人権侵害だし、加害者は犯罪者だ。だが今の日本には、この加害者を取り締まる法律がない。再生リスト2に続きます。